こんにちは。今日はニット編みのストールの編み方を紹介しようと思います。このような編み地になっていて、これからの時期でも暑くなりすぎないかなと思いますし、結構いいアクセントになるので、よかったら編んでみてください。使用する糸は100円ショップのセリアで購入したこのツヤコットンという糸、初めて使う糸になります。カラーナンバーは3番で、指定外繊維植物系再生繊維が 69%、 綿が 31% で1玉が約 25g になっているようで、使用するかぎ針、2号から3号ということで、今回は3号のかぎ針を使って編んでいきます。まずは針に糸をかけて作り目を編んでいきます。この状態から作り目を、鎖編み61回編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10回編みました。そしてさらに11、12、13、14、15、16、17、18、19、20で、61回結構長いので、20目ごとぐらいにこういう段数マーカーとか、目数リングとかですね。でなければこういう糸端、余り糸とかで印をつけておくと便利だと思います。今20目に段数マーカーをつけました。続けて61目まで編んでいきます。鎖編みが61回編めました。こっち側から編んでいて、ずーっと来て61目というところで、次にもう一つ立ち上がりに鎖編みを一つ編みます。ここが60の目印なので、60、61まで編んで立ち上がりに1目編んだところになります。そしたら今度は61目目に細編みを編みます。ここが60の目印なので、60、61、ここですね。ここに細編みを編みます。これが立ち上がりの目ですね、ここ。で、どこに針を入れるかというと、今回ネット編みをしていくので、ここですね。上半目があって、この真ん中に裏山があって、その下。ここに針を入れて細編みを編んでいきます。このように61目目に細編みが1つ編まれた状態になったので、そしたら次はここで鎖を5つ編みます。1回、2、3、4、5。鎖が5回編めました。そして次に細編みを編むんですが、どこに編むかというと、この鎖を4つ飛ばして5つ目に細編みを編み入れます。今ここに細編みが編まれていて、ここに60目目があります。1、2、3、4つ飛ばして5つ目。5つ目のここにこの間に鎖が4つあって、5つ目に細編みが1つ編めました。そしたらまたここで鎖を5つ、2、3、4、5、5つ編んで、
また1、2、3、4つ飛ばして5つ目に細編みを1つ。これを端まで繰り返します。ちゃんと4つ飛ばして5つ目に編んでいるか、この細編みと細編みの間に鎖が4つあるかっていうのを確認しながら、編み進めていきます。最後のところまで編んできました。最後は鎖が1、2、3、4、5個、5つ余っていると思います。そして最後のここにも細編みを編んで1段目が完成です。今回12模様にしているので、このなんていうのかな、輪っかが12個あると思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。輪が12個のこういう状態の編み地ができました。そして今回往復編みで編んでいくネット編みの、ポイントとして、この中の部分は細編みと鎖5つを繰り返すだけなので、割と簡単なんですけど、右側と左側の編み方が少し違うというのが注意ポイントなので、ここで分かりやすくするために、両端に色違いの、この、アマリートなんですけど、これを目印としてつけて分かりやすく説明したいなと思います。こんな感じで端と端に色違いで目印をつけました。この目印を基準に、解説していこうと思います。初心者の方とか、往復編みでネット編みを編むのは初めてという方はつけておくと、理解しやすいと思うのでおすすめです。こういうのを持っている方はこれを両端につけたりとか片方につけてついてる方とついてない方っていう感じで区別しても大丈夫です。なくても大丈夫な方はそのまま編み進めていってください。まずはこの糸端の方ですね。赤い目印の方を編んでいきます。こっちは割と簡単な方で、ここから鎖を5つ編みます。1、2、3、4、5、5つ編んだら生地をくるっと返して、この手前のこの山になっているこの鎖5つのこの山のところにこのように針を入れて細編みを1回編みます。細編みを1回編みました。そしたらこんな感じになるので、あとは同じように鎖を5つ、細編み1つという風に編み進めます。5つ、そして次の山、ここに細編みで同じようにここまで編んでいきます。ここまで編み進めてきました。そしたらここに細編みの頭が見えているので、ここで黄色の方側は鎖編みを2つ編みます。2つ編んだらこの細編みの頭に長編みを編みます。糸をかけてこの細編みの頭に針を入れます。ちょっと糸が細くて入れにくいですけど、こんな感じで針を入れて取ってきて、2つ引き抜く。そして2つ引き抜く。これで黄色の方側の端が編めました。そして次は黄色側は
鎖を1つ編んで生地をくるっと返して、この根元、ここですね、ここに細編みを1つ編みます。細編みを1つ編んだら鎖を5つ、そしてここに細編みを1つ、同じく鎖5つ編んで細編みというのを繰り返して、反対側の赤い目印の方側に進んでいきます。赤い目印側のここまで編んできました。ここに細編みを編んだら、今編んだところが大きな輪っかが1つあって、その隣に小さな輪っかが見えていると思います。そして次はここで鎖を5つ編んで、この5つのここの鎖の3つ目に細編みを編みます。この状態から鎖を5つ、1、2、3、4、5、5つ編んだら、今度はこっちの鎖の5つのここから1、2、3目目、ここに針を入れて細編みを1つ編みます。赤い目印側ですね。細編みを1つ編んだら鎖を5つ編んで生地をくるっと返して、ここに針を入れて細編みを1つ編みます。そしたらこの大きな輪っかの右上に小さな輪っかができています。続けて同じように鎖5つ編んで細編みという風に黄色の方側に向かって編んでいきます。黄色の目印側のここまで編み進めてきました。最後のこの山に細編みを1つ編んだところになります。そしたらさっきの黄色側のここと同じで、鎖を2つ、1、2編んで、ここに長編みを1つ編みます。2つ引き抜く、2つ引き抜く。そして次も同じですね。鎖を黄色側は1つ編んで生地を返して、根元に細編みを1つ編んでから鎖5目を編み始める。1、2、3、4、5、5つ編んだら次の山に細編みを1つ。そしてまた5つ編んで細編みというのを赤い目印側まで繰り返して、ここまで編んだら鎖を5つ編んで、またここ1、2、3目目に細編みを編み入れて、細編みを編んだら鎖を5つ編んで生地を返して、ここに細編みを入れるという作業をひたすら往復で繰り返します。今まだ、なんだかな、1、2、3、4段。5段目に入ったところなので、まだちょっとこう雰囲気が分かりにくいですけど、こういう状態になっていると思うので、長くなるまでひたすら往復編みで繰り返します。はい、1玉分ずっと編んできたところになります。最後のところは、糸が終わっているので、糸かえの説明をしようと思って最後の山の分を一つ残している状態になっています。
で、ネット編みは横にも縦にも伸びるので結構正確に長さを測るのがちょっと難しいんですけど、だいたい今のところ長さが 56.5 センチぐらいですね。で、段数で言うと、ここから段数を数えてきて、ここが50段目になっています。で、最後、今編んでいるのが、81段目を編んでいるところになっています。ここまで一気に編み進めてちょっと疲れたので、ちょっと休憩をしてから、糸換えのやり方をやって、そして2玉目に入りたいと思います。編み方はもうずっと一緒です。2玉目に突入したいと思います。ここで、目印で言うとこっちが赤の目印の方なので、鎖を5つ編んで3目目に細編みを編み入れるところになるんですが、この3目目に、ここですね、3目目。ここから1、2、3目目に針を入れて、取ってきて、で、2玉目の新しい糸で引き抜きます。で、糸始末をする分だけちょっとこう余裕めに残しておいて、新しい方の糸を左手にかけて、これで引き抜いて、最後の細編みができました。あとは同じように新しい糸で編み進めていきます。1、2、3、4、5回編んで、生地を返して、この山に、細編みですね。で、今端がこういう状態なので、最後にこの糸端2本は目立たないように糸始末をしていきます。とりあえず本体を編み進めてから糸始末をしようと思うので、このままずーっと好きな長さになるまで編み進めていこうと思います。2玉目まで編み終えたところになります。だいぶ、ストールっぽくなってきたんですけど、もう少し長さが欲しいなという感じなので、3玉目に入りたいと思います。で、この目印なんですけど、どんどんこう上に編んでいる方向にずらしていけば、ここからこのぐらい編んだんだなっていうような目印にもなるので、これをずらしながら編んでいくと、右の編み方と左の編み方の、目安がパッと見て分かりやすいと思うので、それもおすすめです。続けて3玉目も編み進めていこうと思います。211段まで編みました。ここで少し、糸始末分だけ糸を残してカットして糸を引き締めます。なぜ210段じゃなくて211段かというと、このフリンジをつける関係で奇数段で終わらせた方が、バランスが良くて見た目が綺麗なので、フリンジをつける場合は奇数段で終わらせる方がいいと思います。そして端の糸始末をしていきます。今回は縦方向に糸始末をしています。もちろん横方向でも大丈夫だと思うので、好きな方で糸始末をしてください。ある程度、こんな感じで目立たないように隠したら根元でカットします。そしてこの糸換えをしたところの糸も糸始末を同じようにしていきます。こっち側の糸はこっち方向にさっきと同じように始末して、逆にこっち側の糸はこっち方向に糸始末をしていきます。すべての糸始末ができて、とりあえず本体の完成です。あとはフリンジをつけるだけの状態になりました。全体がこんな感じ。そして最後にこの両端にフリンジをつけていきます。
フリンジの長さはお好みなんですけど、今回は糸を30センチにカットしたものを模様の数 ×8 倍の本数用意します。今回は12模様で編んでいったので、12×8 で96本この30センチの紐を用意します。30センチにカットした糸を96本用意しました。そしたら次にこのようにフリンジをつけていきます。一つの模様に対して4本取りのものをこんな風につけて、次も同じようにという風に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12箇所、片側12箇所、反対側も12箇所つけていきます。まず4本取りにしたものを2つ折りにします。そしてこの模様のところにこんな感じで通します。通したらこの輪の中にくぐらせて、あとは引っ張るだけ、こんな感じでギュッと。これを繰り返します。はい、フリンジをすべてつけ終えました。こんな感じに仕上がっています。ネット編みなので割と少ない糸でできますし、あとはこういうふかふかの糸で編めば、春先とか秋とかに使うのにぴったりなんじゃないかなと思います。これは去年の冬に、手芸店で買いました。アクリルとアルパカ、ウール、ナイロンが入っている糸になっているようです。そして最後に質問のお返事を一つしたいと思います。約1年前の動画ですね、テクノロードと熱収縮チューブの使い方の動画を、アップロードしているんですけど、それに、としママさんからのご相談でテクノロードが絡まってしまって鳥の巣状態で困ってますということだったんで、私のやっているやり方をちょっと紹介してみようと思うんですけど、いつも私はこうやって袋から出さないで、袋にこうやってプラスの字になるようにテープを貼っています。で、テープにこうやって見ての通りこんな感じで切り込みを入れて、でこのまま袋から出すことなくこうやって使っています。そうするとなかなか絡まることもないと思うので、すごくおすすめなので、ぜひ試してみてください。ということで今日はネット編みのストールの編み方でした。以上になります。ありがとうございました。